こんにちは。今回は初心者でも作れる雪の結晶オーナメントを作ってみたいと思います。一本の枝を作ってそれを回転コピーすることで結晶の形になります。フリーキャドでスケッチ、パッド、ポケットの使い方は分かったので次のステップを学びたいという方向けの動画です。練習にぴったりの題材です。説明が早すぎる部分は一時停止しながらご覧ください。それでは始めましょう。まず雪の結晶の骨組みとなる基本形を6分の1だけスケッチで描きます。フリーキャドを起動したらパラメトリックパーツボタンをクリックして新規ボディを作成します。スケッチを作成、アイコンをクリックして XY 平面を選択してスケッチを開始しましょう。ここから基本となる線を引いていきます。六角形アイコンをクリックします。スケッチの原点をクリックして半径 15mm の六角形を描きます。これは中心の目安です。次に直線を作成、アイコンをクリックして原点から上方へ 40mm の線を描画します。これが雪の結晶のメインの枝、主枝になります。続いて副枝を描きます。まずは副枝を描く開始位置を決めるための補助線を描きます。構築ジオメトリの切り替えアイコンをクリックして線描画モードを補助線モード青色にします。直線のアイコンで原点から上方へ 25mm の補助線を描画します。補助線モードを解除します。直線アイコンをクリックして先ほど描いた原点から 25mm 上方の補助線の端点をクリックします。ここから長さ 20mm 角度45度の線を描画します。もう片方も同様に補助線の端点から長さ 20mm 角度135度の線を描画します。最後に雪の結晶全体の外形となる半径 40mm の大きな六角形を原点から描画してください。ここがスケッチの重要ポイントです。雪の結晶の基本となる一本の枝だけを残します。高速を削除した上でトリム機能を使って不要なエッジを切り落とします。わかりにくいのでこの工程で目指している最終的な形を先にお見せします。この骨組みになるまでエッジを切り落としていきます。これが雪の結晶の基本となる一本の枝です。まずは自動でついた距離や角度の高速だけをざっと削除していきます。高速が残っているとトリム操作ができない場合があります。エッジをトリム、アイコンをクリックしてください。外枠の大きな六角形と中心の小さな六角形、そして枝の骨組み以外の線をマウスでクリックして片っ端から切り落としていきます。この作業は少し地道ですが、この基本形1本を正確に残すことが大事です。ここが後工程のコピー精度に直結します。これで雪の結晶の骨組みとなる基本形1セットが完成しました。では閉じるボタンでスケッチを閉じます。次にこのスケッチの線上の枝を円柱の枝にしていきます。この操作でデータム平面という概念を使います。ここでデータム平面を使うのは線に垂直な断面を定義するための目印のようなものです。まず立体化したいエッジ、線の1本を選択します。続いてそのエッジの端の端点をコントロールキーを押しながら選択します。データム平面を作成、アイコンをクリックしてください。タスク画面で一時的に警告が表示されますが、この後設定を変更するので問題ありません。これはアタッチメントの設定がまだ不適切なためです。リストからエッジに垂直を選択してください。これで選択した線に対して垂直な断面となる基準平面、データム平面が定義できました。OK をクリックしてタスクを閉じます。断面となる円を描きましょう。このデータム平面を選択した状態でスケッチを作成、アイコンをクリックしてください。円を作成、アイコンをクリックしてスケッチの原点に直径 5mm の円を描きます。描けたら閉じるボタンでスケッチを閉じます。いよいよ立体化です。データム平面は一旦非表示にします。今描いた円のスケッチを選択してコントロールキーを謳歌しながら最初に選択したエッジの線を選択します。加算パイプアイコンをクリックしてください。
エッジに沿って円柱が描画されましたね。この機能が線に断面形状を押し出すスイープです。このまま OK でタスクを閉じてください。残りの枝も同様に立体化します。エッジと端点を選択し、データ無平面を作成。データ無平面上に直径 5mm の円のスケッチを作成。円のスケッチとエッジを選択して加算パイプ、スイープで立体化。操作は全く同じですので、ここは早送りで進めます。これで雪の結晶の形をした基本の1セットを作成できました。ここで一気に雪の結晶らしくなります。Z 軸を中心に6回コピーすると六角形の結晶が完成します。円状パターンアイコンをクリックしてください。タスク画面で設定をします。変換タイプはボディを変換を選択します。これは今まで作ってきた雪の結晶の基本となる1本の枝の塊全体、つまりボディをコピーするためです。軸は真上から見た状態で回転させたいので、ベース Z 軸を選択してください。回数を6に設定してください。ボディの原点を中心に回転コピーされます。どうでしょうか？一気に雪の結晶の外観になりました。では OK でタスク画面を閉じてください。せっかくのオーナメントなので中央にメッセージを刻みましょう。ここではドラフトワークベンチを使います。文字をシェイプストリングに変換してパートデザインでポケット加工します。ではまず中央の穴を埋める六角形を作成します。スケッチを作成、アイコンをクリックしてアタッチメントは XY 平面を選択します。六角形アイコンをクリックして原点から半径 15mm の六角形を作図します。閉じるボタンでスケッチを閉じます。この六角形スケッチを選択してパッとアイコンをクリックしてください。面に対して対象にチェックを入れて長さは枝の太さと同様の 5mm に設定します。 OK ボタンでタスクを閉じると中央の空洞が六角形でぴったり埋まりました。次にドラフトとパートデザインの連携で文字を彫り込みます。ドラフトワークベンチに切り替えます。テキストからシェイプへアイコンをクリックして文字列に好きな文字を入力します。ここではクリスマス2025と入力しました。フォントファイルを指定します。フォントファイルの選択ダイアログを開いてください。ここでは Windows のフォントフォルダにあるフォントを選択しました。OK でタスクを閉じてください。文字が 3D ビューに表示されたのを確認してパートデザインワークベンチに切り替えます。文字の位置を調整します。作成したシェイプストリングを必ずボディの中にドラッグ&ドロップしてください。ボディに入れることでパートデザインの機能ポケットが使えるようになります。シェイプストリングプロパティのアタッチメントサポートダイアログを開きます。クリアボタンを謳歌します。XY 平面を選択して OK をクリックします。シェイプストリングのプレイスメント項目で文字を彫りたい位置を調整していきます。文字の Z 位置を 2.5mm に設定します。文字が大きすぎる場合はプロパティのサイズ項目で調整します。あとは六角形パーツの中央に配置されるようにプレイスメントプロパティで微調整してください。最後に文字を彫り込みます。シェイプストリングを選択した状態でポケットアイコンをクリックしてください。タスク画面の長さ項目で彫り込みの深さを 2.5mm に設定します。これでメッセージの彫り込みが完成です。以上で雪の結晶オーナメントの完成です。概要欄に操作手順の要点をまとめておきますのでご覧ください。今回は基本的な操作のみで作成しましたが、全ての角にフィレットを入れたり枝をさらに増やしたりいろいろ応用できると思います。ぜひアレンジして作ってみてください。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。